ばんは、弁天クルーのTaigaです。今日ですね、6月4日に新しく出たばかりのスニーカーをご紹介したいと思います。そのスニーカーは、ナイキエアーズームタイプです。ざっくりですね、こちらの開封動画撮ってみたので、ぜひよかったら先に見てみてください。どうぞ。最初に言った通り、ナイキの6月4日に発売されたばかりの新作スニーカーです。そうですね。ナイキスニーカーズのアプリを見てると、ある日ポッと出てきて、すごく形が面白いなっていう、かなり気になってたスニーカーです。で、元々はもう全く買う気がなかったんですけど、調べれば調べるほど、これはちょっと買わなきゃなっていう風に思ったスニーカーです。で、特にミタスニーカーズさんのブログであるとか、あと、ミタスニーカーズの国さんが僕は大好きなんですけど、インスタグラムなんかを見てると結構押されてたので、それもあってちょっとこれは気になるなと思ったスニーカーです。購入はですね、昨日ですね、6月5日にナイキ原宿の方に見に行ったんですけど、僕ちょっと全然調べてなくて、ナイキ原宿あると思ったら、なくて、ちょっと上野まで移動する元気がなかったんで、ミタスニさんではなく、ちょっとアトモスさんの方でこちら購入しました。まずですね、こちらのスニーカーですね、プロダクトラインからで言うと、N.354、N354 というレベルから出ております。じゃあまずこの N354 って何なのかっていう話なんですけど、ナイキの中でもですね、ディメンション6と、ザテンスと N354 っていう、この3つのレベルはですね、ちょっといわゆる変わったフットウェアレーベルでありまして、結構そうですね、革新的な、テクノロジーを詰め込んだり、デザインもちょっとぶっ飛んだようなものを出しているのが、この3つのレーベルです。で、その中で、今回のこちらのレーベルでもあります、N354 っていうのは、スティーブ・プリフォンテーンさんっていう、ランナーですね。70年代かなに活躍されたランナーです。何を隠そう、こちらの方っていうのは、ナイキがですね、初めてプロ選手と契約した方です。で、この354はこちらの方が1マイルの最速記録が3分54秒。だからだいたい 1.6 キロですかね。を3分54秒で走るらしいので、そこから取って N354 と名付けられました。記憶に新しいのが、去年ですね、立ち上げられたレーベルなんですけど、去年エアフォースワンがですね、発売されたと思います。あちらも N354 レーベルから出てるものです。あれもですね、結構、かっこいいな、変わったデザインだなと思ってたんですけど、全く追いかけてなかったですね。じゃあいよいよ本題のこちらのエアズームタイプのお話です。エアズームタイプの前にですね、エアズームアルファフライネクストパーセントっていうスニーカー、これをちょっと覚えてほしいです。で、こちらのスニーカーはいわゆる今出てるナイキのパフォーマンスシューズ、ランニングシューズの中ではもう最速のシューズだと思います。去年結構物議があったんですけど、超厚底シューズですね。大会非公式記録で、フルマラソンを2時間切った方が履かれてたモデルであったり、今年の東京マラソンで大迫選手が履かれてたのも、このアルファフライネクストパーセントというスニーカーです。で、スニーカー結構
構恐ろしくてですね、6月にまた再販されるんですけど、この間出た時はですね、確かNRC っていうナイキのランニングアプリがあるんですけど、あちらで、2時間何分をフルマラソン切らないと購入券が与えられないとか、結構ハードルが高いし、価格も3万5千円ぐらいするのかな。かなり高額なパフォーマンスシューズですね。で、そのモデルのプロトタイプを元に作られたのが、こちらのエアーズームタイプというスニーカーです。なので、エアーズームアルファフライネクストパーセントと比べても結構形がちょっとどことなく似てるかなと。全然違うのは違うんですけど、大まかに厚底であったり、前のですね、ズームポットですね。このあたりとかが、結構似てるかなと思います。ではまずですね、ディティールから説明していきます。一番特徴的なのがやっぱりミッドソールですね。2段階になってます。ちょっと逆なんですけど、前回お伝えした堺のスニーカーにちょっと似てるかなっていうところです。こちらのモデルに関しては、下のミッドソールが出っ張ってるっていう形になります。これもですね、お話がありまして、27センチのスニーカーをプロトタイプとして作ってたらしいんですけど、机の上にですね、28センチのミッドソールしかなかったと。で、それを当てがってみたところ、こんな面白い形になったという、隠れ話があるようです。で、ミッドソールが2段階になってて、真ん中の方にですね、TPU のパネルが中に入っております。TPU って結構皆さんiPhone とかのケースで知られてると思うんですけど、プラスチックの一部ですね、結構ぐにゃっと曲がったりとか、その割に耐久性が強いとかっていうのが特徴的なプラスチックです。TPU のプレートが中に入ってて、さらにミッドソールが入ってます。で、ミッドソールはこちらクシュロンというモデルです。クシュロンの特徴としては、耐久性があるのとかなりふかふか柔らかい。ナイキのパフォーマンスモデルでファイロンっていうのがあるんですけど、ファイロンは今ほとんど使われてないんですよ。いわゆるもうガチスニーカー。違う。パフォーマンススニーカーでしか使われてないモデルなんですけど、そのファイロンの進化版がこのクシュロンというモデルになってます。いろんなモデルで使われているミッドソールです。で、前のですね、フォアフット部分には、Zoom エアーポッドっていうのが入っております。内側が、ナイキのボルトカラーですね。で、外側がオレンジのズームエアーポッドです。このズームエアーポッドはですね、レブロン17にも使われているモデルです。もうこれがガツッと入ってるのが、アウトソールから見た時にですね、ポコッポコッとわかると思います。前から見た時にも、ポコッポコッと出てるのがわかると思います。アッパーに関しては、もう天然素材っていうのはまるっきり使われてないです。全部合皮です。黒いこちらの部分なんかは、シンセティックスウェードっていう、スウェード調の合皮になってます。スウェード調というより、若干ですね、フェルト生地のような質感になってます。で、こちらのエメラルドグリーンカラーの補強パーツですね、に関してはシンセティックレザー合皮が使われております。で、シューレースに関しては、ランシュとかでよくあるほどけにくい丸紐タイプが使われてます。つま先等の方には、通気口がポツポツとかなり大きい数開いております。とですね、終端の方に N.354 のレベルマークですね、手書き風のレベルマークが入っております。終端も結構薄いです。ヒールタブの方ですね、には、ナイキとあって、裏側から見るとラバーのようなタイプですね。マウンテンパーカーとかでよくある止水ジップのテープのようなゴムの質感のものになってます。結構耐久性強いんじゃないかなと思います。履き口周りのご説明です。結構薄めの素材なんですけど、かかとのあたりにはですね、ちょっとプニプニしたような綿コットンが入ってるんだと思うんですけど、その部分がかかとの部分を保護してくれるような作りになっております。あとやっぱりなんと言ってもシームがですね、至るところに結構
入ってるんですよ。これがですね、かなりプロトタイプ感を醸し出してるかなと思います。本当に試作で作ったよっていうような、ガジェット感があるスニーカーですね。で、最後、サイズ感のお話なんですけど、僕通常ナイキに関しては26であったり 6.5 を選んでるんですけど、こちらは、結局25を買いました。もう散々パラ試着をしたんですけど、すべてしっくりこなくて、最終的に25出してもらって履くともうちょうどです。薄めのアッパーとランニングシューズということで、もうかなりガチガチにぴったり履きたいなと思ったので、今回は25を僕は選びました。で、今回ですね、ブラックとホワイト2色で発売されました。僕はもともと白がいいなと思ってたんですけど、結構ナイキ公式を見てると、黒に関しては、東京の夜の街並み、ネオンであったりとかっていうのをイメージしてカラーリングされたモデルっていうのを書いてあったので、ちょっとそれを見た瞬間に、黒の方がいいなっていうかなり気持ちが傾きました。割とゲリラ的に発売されましたし、形もちょっと独特、万人受けするモデルではないと思います。で、どちらかといえばランニングシューズ的な立ち位置にあるので、みんなが好きなお金になるスニーカー、いわゆるプレミアがつくようなスニーカーでは今はないです。未だにスニーカーズでも買えますし、アトモスさんでも結構在庫は持ってるとのことでした。で、なので、まだまだ欲しい方、この動画見ていただいて、これ気になるっていう方に関しては、全然手に入れられるスニーカーなので、僕は強くお勧めします。また、こちらに関しては、履いた感想の動画も、次回アップしますので、これもよかったら見てみてください。僕はもう試着段階でかなりびっくりしました。履き心地の良さがちょっと驚きと、今までナイキで味わったことないような、履き心地でした。確実に後ろの方に体重を落とすとクシュロンのふかふかした感触があるし、前の方に体重をかけるとこのズームポッドのエアーが感じられるので、ちょっと今までにないスニーカー、本当にスニーカーというよりガジェットとしてちょっと僕は買ってしまった部分はあります。以上、今回は、ナイキズームタイプの開封動画とざっくりレビューとなっております。さっきも言った通り、また次回ですね、詳細なレビューアップしたいと思いますので、ぜひそちらも楽しみにしてみてください。また、この他にもスニーカーのレビューを行っております。ぜひこちらも良ければ見てみてください。また、この動画がいいと思えば、ぜひグッドボタンお願いいたします。励みになりますので、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ではまた。